て、和の心とはスライスしたままの状態やとやっぱりちょっと柔らかいんで、新聞でサンドして若干こう新聞に水分を吸わせて作り出す。
校生の時に芸術の専門の高校に行ってて、そのまま京都の精華大学で陶芸を学びました。大学卒業後に熊本に入社して、そこで3年間やられてきました。その後に京都に産業技術研究所っていうところがあるんですけど、そこで UF の勉強を1年して、で今年したばかりです。普段使いの食器がメインなんですけど、これ日本の伝統的な釉薬の生コイルっていうのをベースに作ってるんですけど、この釉薬の縁が茶色くなるんですけど、これがデニムっぽいなっていうので、伝統的な釉薬から調を変えてファッション寄りの釉薬にオリジナルで調合して洋服みたいな感じでコーディネートできるように心がけてます。最近それとは別に植木鉢だったりとか、猫も4匹飼ってるんで猫の飾を作ったりとかもしてます。結構猫によって見える性とかあるので食べてもらいやすい器作ったりしてます。楽しい瞬間はもうどの作業も全部楽しいんですよ。もともとその陶芸するきっかけが高校生の時にろくろしてる授業で見て、職人さんとかっていうのを見て、ろくろしたくて陶芸始めたのが一番最初のきっかけなので、ろくろはずっと楽しいですね。でも割と全部好きかも。ありがとうございます。日本の焼き物って海外の焼き物とまたちょっと全然違って、ろくろで作ると釉薬かかっててちょっと分かりにくいんですけど、ろくろ目がこう土作りだったりとか、そういう細かいところって日本の焼き物ってすごい丁寧に考えて作られてるのが特徴やと思うんで、そういうのを、知ってもらえると嬉しいですよね。若い世代の人に手に取ってもらえるような器っていうのは作っていきたいなと思ってます。和の心とは誠実さです。例えばコーヒーカップを作るとしても、日本人が作るコーヒーカップとアメリカ人が作るコーヒーカップでは伝統や文化によって気にするところが違うと思います。日本で育ったからこそ気づける細かいところだったりっていうのを